メリカ海軍では、沿海域戦闘艦 LCS の実質的な失敗を受けて、より保守的な設計の、コンステレーション級フリゲート、を建造していましたが、その計画すら数年も経たずにキャンセルされ、最終的には沿岸警備隊で長年運用されてきた警備船をベースに、FFX 計画で建造し直すこととなりました。沿海域戦闘艦 LCS の反省を生かして、新規要素をできるだけ排除し、既存艦をベースとしつつ、コスト低減や納期の短縮を狙ったはずのコンステレーション級が、なぜキャンセルされたのか？そして、その代替として建造されるフリゲート、FFX のベースとして採用された、沿岸警備隊のレジェンド級警備船とはどのような船なのでしょうか。今回は、本来量産されるはずだったコンステレーション級フリゲートと、FFX のベースとなる沿岸警備隊のレジェンド級警備船、そして、レジェンド級をベースとしたフリゲート、FFX について、3隻それぞれの性能を比較しつつ、新しく建造されるフリゲート、FFX が、使い物になるのかどうか調べてみたいと思います。まず最初に、キャンセルされたコンステレーション級の開発計画のきっかけですが、前述した LCS、沿海域戦闘艦の意欲的な設計が裏目に出て、実質的に使えない艦となってしまったことを受けたもので、LCS の失敗を生かして建造されるはずでした。そのため、コンステレーション級の開発においては、完全な新規設計ではなく、イタリアとフランスが共同開発したフリームフリゲートの一種である、イタリアのカルロ・ベルガミーニ級フリゲートをベースにすることで、コスト削減と建造スケジュールの短縮化を目指していました。しかし、建造にあたって、海軍の要求を次々と盛り込んだ結果、建造作業の手戻りや、船体重量の増加、自前の戦闘システムの統合など、ベースの艦に大幅に手を入れる必要が出てきたことで、コロナ禍も相まってスケジュールが大幅に遅延。最終的には、新規設計の艦を建造するよりもコストが増加する見込みとなり、20隻をも建造する予定だったコンステレーション級は、現在建造が進んでいる2隻以外をキャンセルする事態になった、というわけです。そして、長年に及ぶこれらの失敗をリカバリーするために決定されたのが、沿岸警備隊の警備船をベースとした、FFX 計画、となります。では続いて、それぞれの艦の能力面を細かく比較していきましょう。まずコンステレーション級ですが、その開発経緯については前述の通りなので割愛しますが、本級のサイズ感としてはアーレイバーク級駆逐艦に近い大きさで、フリゲートとしては最大クラスです。また、対空、対艦、対戦とマルチに対応可能な艦となる予定で、中国の軍拡を念頭に、正規軍同士の戦闘においても隙を取らない火力を有し、日本でいうところの最上型以上のマルチな運用を求められる艦となります。コンステレーション級が搭載する機関は、コドラック方式、コンバインドディーゼルエレクトリック&ガスタービンを採用しており、これはガスタービンと電動機を併用するハイブリッド方式で、燃費と加速、速度性能を両立する効率の良い方式となっています。続いてレジェンド級は、アメリカ沿岸警備隊の警備船、大型海洋保安カッター、です。2000年代初頭、沿岸警備隊では当初、海軍の沿海域戦闘艦、LCS、と同一設計の艦艇の建造を計画していましたが、LCS の計画遅延や、予定した能力を発揮できなかったことから、最終的には沿岸警備隊独自の設計で、従来型の船体を取り入れた哨戒艦を建造しました。本級は、警備船としては最も大型の部類であり、沿岸警備とは名ばかりで、対応を長期間の航海が可能で、その稼働日数は年間230日を想定しており、軍の艦艇としては珍しく、寝室は4人部屋を採用するなど、居住性に配慮された船となっています。また、
本級は警備線としては電子システムや兵器も強力で、イージスシステムと共通のシステムを使用し、海軍艦艇との情報共有を可能としていることに加え、対空、対水上のレーダーを搭載し、対空防御のためにファランクスを搭載するなど、警備線という枠で考えると、破格の装備を有していると言えます。機関については最上型などと同様の、コダック方式が採用されており、コンパクトさと高出力を兼ね備えるため、フリゲートやコルベットなどで多く用いられている方式です。続いて、今回建造されることが決まった FFX ですが、まず、FFX のベースとして、なぜレジェンド級が選ばれたのかというと、軍艦に転用するためのスペース的な余裕と、電力源に余裕があることが挙げられます。艦のサイズ感としては、コンステレーション級と比較するとかなり小型の印象ですが、それでも他国のフリゲートと比べるとまあ通常サイズで、元々の LCS よりも大型です。エンジンについても、一般的なフリゲートに劣らない出力を持っており、軍艦としての電子装備を追加した際の電力供給にも問題ありません。ということで、さすがに今回の FFX においては、過去の失敗を生かして大規模改造はせず、艦の大きさや機関の構成などは、レジェンド級から大きく変えることはないでしょうが、それでももともと持ち合わせていたポテンシャルが高いため、比較的容易に装備の拡張が可能と思われます。その証拠に、FFX のデザイン画像を見ると、艦橋の直前、四方の後ろに台座のような構造物が見て取れ、これは、将来的に VLS やシウス、レーザー兵器などの搭載余地を残すためのものと思われ、高い拡張性を伺わせます。続いてレーダーシステムですが、コンステレーション級のレーダーは、アーレイバーク級フライト3にも採用される最新レーダーである、スパイ6で、本型はいわゆるイージスシステムを搭載したイージス艦です。このスパイ6のフルスペック型、スパイ 6V1 は、日本のイージス艦などが搭載する、これまでのスパイ 1D レーダーよりも、半分の大きさの目標を2倍の距離で探知可能で、レーダーの感度は30倍に向上し、30倍以上の目標を同時に処理することができる、という情報もありますが、本型に搭載されるのはフルスペック版のスパイ6ではなく、簡易版のスパイ6なので、小型軽量な反面、その能力は限定的となりますが、それでも性能は従来のスパイ 1D と同等以上とされています。また、これまでのイージス艦は艦橋4面にレーダーを配していましたが、本型は3面構成となっています。ちなみに、探知距離や識別数、同時対処数などの詳細データは非公表のため、従来のスパイ 1DV と同等、という前提で記載していますが、本型はイージス艦などに搭載されていた、ミサイル管制用のイルミネーターは存在せず、射撃管制についてもスパイ6レーダーによって行われる点や、レーダーが従来の4面から3面になっていることから、細かな能力には違いが出てくると思います。まあこの辺のスペックについては推測、ということで参考までに。続いてレジェンド級のレーダーですが、ドイツ製の回転式レーダーである TRS-3D を搭載し、最大探知距離は180キロ程度ですが、対戦闘機では110キロ程度が現実的なスペックです。このドイツの TRS 系は、高性能レーダーとして知られ、ヨーロッパを中心に、フリゲートやコルベットでの採用が多くなっています。本レーダーは、高精度であることから、対空捜索の他に射撃管制も可能となっています。そもそも、沿岸警備線に対空レーダーを装備するというのは通常では異例ですが、まあ沿岸警備隊はアメリカ語軍の一つに数えられ、有事の際には海軍の指揮下に入ることも想定された組織なので、さすがアメリカということでしょう。次に FFX ですが、船体構造やサイズなどの物理的制約や、コストや納期を考えると、イージスシステムの搭載はまずありえないので、搭載されるレーダーの選択肢としては3択かな、と思っています。レジェンド級と同じくドイツの TRS-3D。
LCS のフリーダム級で採用された、TRS-3D の更新版の TRS-4D。LCS のインディペンデンス級で採用された、スウェーデンの C ジラフ。今回の FFX は、小型水上戦闘艦計画、とも言われており、おそらくはそこまで高性能なレーダーを搭載する必要はないと思われるので、一番能力の高い TRS-4D を採用する可能性は低そう。C ジラフはこの中で最も探知距離が狭く、時間を防衛するためだけの、互換防空という意味では最低限のレーダーなので、今回はそれで妥協するのか、それともベースと同じく TRS-3D にするのか、最終的には2択になる気はします。まあどのレーダーを選んでも米海軍での運用実績はあるので、あとは搭載する兵器とのマッチングや、消費電力との兼ね合いでしょうね。続いて搭載する手法ですが、3隻ともにボフォースマーク110という 57mm 砲を搭載します。このボフォースマーク110は、駆逐艦などに搭載される艦砲と比べると、当然ながら小型で小口径、射程も短いですが、逆を言うなら軽量コンパクトで、搭載する艦を選ばず、なおかつ毎分220発という高い連射性能を持っていることから、対空用にも適した艦砲です。そのため、シグス、クローズインガンシステムとしての役割も期待されますが、その辺の詳細は次の防空性能パートで解説します。まずコンステレーション級ですが、環境の直前に32セルの VLS を搭載する計画で、そこに装備可能なミサイルは、互換防空ミサイルの ESSM、標準的な艦対空ミサイルである SM2、長射程かつ限定的なミサイル防衛も可能な SM6 などで、あらゆる対空目標への対象可能としますが、主に SM2 を中心とした構成になるようです。また、シウスについては、ミサイルタイプの近距離防空システムである、RAM を、後部格納庫上に1機。さらには、前述した手法、ボフォースマーク110の弾薬として、3P 弾と呼ばれる特殊な榴弾を使用し、発射した砲弾がターゲットの至近で炸裂することで、迎撃効率を向上させることも可能で、近年ではこれを利用した、艦砲による近接防御システムである、シグス、クローズインガンシステムとして採用されています。レジェンド級については沿岸警備船なので、対空装備は限定的であり、現状では、コンステレーション級のように手法に 3P 弾を用いて、シグスとして使用されることはないだろうと思いますが、シウスとしてのファランクスを後部格納庫上に1機搭載しています。まあ沿岸警備船にファランクスを積んでいるだけでもすごいことですけどね。FFX については、今のところ VLS を搭載するかどうかの明言はなく、確実なのは、後日搭載が必要になった場合に備えて、環境の前に台座を設置することのみで、建造初期の防空能力としては、後部格納庫上のラムが1機のみ、となるかもしれません。仮に後日装備で VLS を搭載したとしても、艦の大きさ、台座のスペース的に、少数のセル数に減らさざるを得ず、8から16セルあたりがいいところだと思うので、そうなると、1セルあたり4発搭載できる ESSM が主軸になるのではないかと思います。続いて対艦攻撃兵器ですが、コンステレーション級には、ノルウェーの対艦ミサイルである、NSM、ナバルストライクミサイル、を搭載予定です。NSM は、管制後方及び GPS 誘導や、地形照合と200個の経由点が登録可能で、高度な後方を取ることが可能となっています。また、ステルス性への配慮や、迎撃を避けるために乱数起動が行われるなど、ハープーンほど有名ではないものの、実に優秀な対艦ミサイルとなっており、航空機発射型の巡航ミサイル、JSM、としても有用されています。コンステレーション級の得意な点は、この NSM の4連装発射機を4機搭載、つまり、計16発もの対艦ミサイルを搭載可能という点です。これは、
フリゲートクラスに限らず、駆逐艦と比較しても異例の多さであることから、対艦攻撃が重視されていることがわかります。レジェンド級については警備戦ということもあり、四方を除いて一切の対艦攻撃能力を持っていません。FFX については、コンステレーション級と同様に、NSM の4連装発射機を完備に搭載するものと思われます。対潜水艦兵器については、コンステレーション級はマーク 41VLS を装備することから、物理的にはアスロック対戦ミサイルも搭載可能ですが、VLS のセル数が限られていることから、VLS には主に対空ミサイルをメインで搭載することを想定しているようです。また、現在のところ魚雷の搭載を伺わせる情報がないため、搭載の有無は不明ですが、ソナーについては A 公式を搭載する予定なので、探知した潜水艦の攻撃については自前の兵器ではなく、搭載するドローンや対戦ヘリに委ねる可能性が高そうです。レジェンド級については、通常はソナーすら装備していないので、対戦兵器の運用もありません。FFX については、今のところソナーの有無なども不明で、VLS の搭載も明言されていないため、当面はアスロックの搭載もなさそうですし、魚雷の装備についても触れられていません。ただし、FFX のベースであるレジェンド級は、有事の際に、ソナーや機雷戦システムなどの追加搭載が可能な拡張性を備えているので、FFX についても限定的な対戦線の能力を付加することが検討されており、コンステレーション級と同じように、必要に応じて栄光ソナーを使い、攻撃は艦載機に任せる、もしくは、対戦専用のミッションパッケージを搭載する、というのが現実的な運用かと思われます。それではここで、今回解説した3隻の艦船について、そのコストを見てみましょう。コンステレーション級は、もともとは沿海域戦闘艦、LCS の建造予定の52隻のうちの20隻を、より本格的な水上戦闘艦である本級に置き換える予定とされ、その一番艦の建造費は830億円とされていましたが、それがいつの間にやら約2000億円まで爆増。それもあって、20隻の予定のところを、現在建造中の2隻のみで計画中止となりました。で、驚きなのが、沿岸警備船であるレジェンド級の価格が935億円と高額なこと。まあ艦のサイズ的にもフリゲート並みで、対空レーダーやシウスを備えるため、通常の警備船よりもお高くはなるのでしょうが、この価格だと、日本の秋月型や朝日型護衛艦を買えちゃうレベルです。実はそれには理由があり、本来は本級の代わりに、LCS 沿海域戦闘艦と同一設計の艦艇を採用することで、スケールメリットを期待していましたが、LCS の出来が良くなかったことから、最終的には沿岸警備隊独自の設計で建造したのが本級となります。しかしながら、試運転時にトラブルが多発し、構造上の問題も見つかったことから、建造が遅れに遅れ、それによってコストも膨れ上がってこのお値段になったようです。FFX については、具体的なコスト試算は示されていませんが、1000億円以内を目標に開発することを目指しているらしいです。では最後に FFX の総評ですが、今回の FFX 計画は、小型水上戦闘艦計画、とも言われており、コンステレーション級ほどの大きさや能力を求めていない、という点を考慮する必要があります。FFX の目的は、駆逐艦などの大型艦の負担を下げ、広域に、数、を展開できるようにするための、小型、機動的で適応性の高い水上戦闘艦を建造することにあります。それを踏まえて、まず、ベースとなるレジェンド級の船体が適しているかというと、単導線のモノハル構造を持ったオーソドックスな水上艦艇であり、準軍艦構造を採用しているため、FFX のベースとしては無難な選択と言えます。また、大きさ的にも、
軽量フリゲートとして運用する程度の余裕、拡張性を持ち合わせており、今回解説した程度の装備であれば、大きな改修をすることなく搭載が可能です。今回は詳しく触れませんでしたが、FFX ではミッションに応じた装備をその都度乗せ替える、いわゆるミッションパッケージという構想を取り入れるとも言われ、これは、小型艦型任務に対応する必要上、用途に応じて装備をモジュール化し、任務ごとにモジュールを乗せ替える、というコンセプトです。まあどこかで聞いた話ではありますが、LCS 沿海域戦闘艦の開発時にも同じようなコンセプトを掲げたものの、そのミッションパッケージなどの先進装備がコストを押し上げ、LCS の売りでもあった低価格も失われたことで、LCS が失敗作の烙印を押される一因ともなりました。よって、FFX においても二の舞にならないか懸念されますが、現在においてはミッションパッケージのコンセプトがかなり洗練されていると聞くので、大丈夫だと思いたい反面、またやらかす可能性も十分ある気がする。最後にもう一点懸念があるとすると、ベースとなるレジェンド級の構造的問題です。先ほど、ベース艦としては無難な選択だと言いましたが、レジェンド級開発時の試運転時にトラブルが多発し、構造上の問題で亀裂が発生するなどしたため、何度も改修が行われたという事実があります。よって、もしその構造的欠陥が根本的に解決されていなかった場合、FFX が浸水後に欠陥が再発し、同じ状況に陥ることが懸念ではあります。ということで色々言いましたが、今回の FFX 程度の艦を欲するのであれば、日本の最上型でいいんじゃねというのが主の本音です。建造費についても VLS なしで1隻あたり約500億円。これにアメリカの独自回収を入れたとしても1000億円もいかないので、黙って日本製を買えばいいじゃん。まあ天下のアメリカ様が、手下である日本から兵器を買うなんて耐え難い屈辱だろうし、アメリカ造船業界の意向もあるし、日本側の建造能力的にもキャパオーバーなので、現実的には無理なのでしょうが、もし今回の FFX すらしくじったら目も当てられませんからね。今回こそはアメリカ海軍が欲を出さず、慎重かつ無難に、保守的に計画を進めることを願うばかりです。よろしければ、ハイプ、いいね、チャンネル登録、をしていただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。